ニッコール Z24-120mm F4 ズームでボケに挑戦。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。10月24日に発売されたこのレンズを買うか迷っています。タムロンの 90mm F2.8DI3 マクロ VXD タム級というマクロレンズです。とろけるようなボケが表現できるレンズで、旧型は持っていました。今回はボケにくいと言われる F4 ズームを使って、どこまでマクロレンズのようなボケが表現できるか挑戦してみます。それでは、Let's get started! 長チャンネル。ワイド単 24mm F4 で撮影しました。背景はいい感じにボケていますが、主題の花も手前半分がボケてしまっています。手前の花にもっとピントがくるように F8 まで絞りました。今度は背景がかなりはっきりしてきてうるさい感じです。標準域の 51mm F4 です。背景がかなりボケましたが、花の半分もボケています。51mm のまま F8 まで絞りました。花全体にピントがきて、背景もそれなりにボケて玉ボケも見られました。4枚を見比べると背景からの立体感が感じられる 51mm F4 がベストでしょうか。長チャンネル。前ボケと背景ボケで挟んでみました。46mm F4 です。歩いている人を入れてシャッターを切りました。少し絞って F8。背景が騒がしくなってしまいました。背景をシンプルにするために 62mm までズーム F4 です。ボケは滑らかですが、背景が暗い感じ。F8 まで絞ると、やはり背景が騒がしいです。4枚を見比べると、背景に人が入ってアクセントになっている 46mm F4 がいい感じです。長チャンネル。
雲が多いですが、青空をバックにして 24mm F4 で撮影しました。立体感はありますが、ごちゃごちゃした印象です。45mm F4 にズームしました。玉ボケもあってまずまずです。69mm F4 までズーム。単なる鼻のドアップになってしまいました。90mm マクロを意識してさらに 101mm F4 までアップ。背景は壁のようになり、鼻の一部分しかピントが来ていません。4枚を見比べると、程よく背景の青空が感じられる 45mm がいいです。屋外では 90mm の出番は少なそうです。24-120mm F4 で十分に対応できそうです。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。